今日はこの道具を使っていきます。まず 2B の鉛筆、それから消しゴム、G ペン、インクはこれパイロット証券用耐水性です。それからこれはピグマペン1っていう太さですね。ちょっと太めのペンです。それから固形の黒の水彩絵の具、筆は細いのが2本と太いの1本、絵の具皿、それと呉竹の薄墨グレーのペンになります。それとスケッチブック。では行きましょう。では下書きから参りましょう。これはドラゴンの頭の鼻先で目を描いてますね。で耳を描いてどんどん進めていきます。今回はスケッチシリーズなんですが、ちょっとドラゴンが細かくてやたら時間かかっちゃったんでサクッと見れないなと思って、なのでちょっとよいしょよいしょはしょりながらだけど全部の工程が見えるように編集したので、ぜひご覧ください。顔ができてきましたね。イラスト図鑑の方では正面のドラゴンを描いたんで、今回は横顔にしました。気をつけるポイントはこう角もそうだけど顔のパーツ一個一個も立体感を持たせるように描いています。これはたてがみの部分かな。ひげからたてがみにかけて、これも太いのを描いて細いのを書き込んでいくという、こう毛束感を意識して描いています。で体の部分、こうちょっと曲がりくねった感じ、イラスト図鑑同様こう大まかなグリッドを描いて立体感を持たせています。これは腕ですね。指の本数はイラスト図鑑の時と同様日本の龍なんで3本にします。でなんかこう迫力のある絵にしたかったなと思ったんで、こうそこにある岩を掴んで、でこうドラゴンの重みで岩がボコッと壊れる様を描いています。これは反対の腕、肘の部分とか体で見えない部分も、ちゃんと長さこんぐらいかなと当たりをつけて描いています。お腹の形状は少しイラスト図鑑と変えたんですけど、それ以外はだいたい同じようなドラゴンにしようかなと思って描いています。これは今波ですね。ペン入れです。まずは一番手前に来るだろうひげから描いています。一番手前のものを後で描くとなかなか大変になっちゃうので、いつも手前のものから描いています。昔から顔は目から描くようにしています。人物を描く時も目から描くようにしています。なんか私の場合はそれがバランス取りやすいんですよね。目を描いちゃえばあとはもう決まりはないので、その周りの体の部分どっからでもいいんだけど、なんかこう目から広がるように描く癖なのかな。角はまあ枝のように描いてもいいんだけど、こう枝の中でも切ってこうぐるぐるとこうなんだろうな、回転するように伸びてく木が好きなので、それのように描いています。ちゃんとした絵の時はいきなりこう太い線は描いたりしないんだけど、今回はスケッチなんでさささっと全体的に描いていきたいので、もう濃くするだろう部分を先にペンで描いちゃってますね。時短のためってことかな。だいたい私のタッチはこう影になる部分を太い線で描いて、光が一番当たってるようなところは細い線で描くようにしています。まああんまり決めてはないんで、そこら辺もちょっとアバウトなんですけども、だから黒い太い線で描いたり、こう今の斜線で影のようなものを表現したりだとか、部分部分で使い分けてるかな。でもあんまり考えてなくて感覚的に描いちゃっています。
この辺はちょっと太い毛束もありつつ、それが分かれていったり細くなっていったりすればいいなと思いながら描いていました。腕に行きました。爪、一番手前というか物が被らない爪の部分から描いてますね。これなんかひょろっと出たのはここに木でも生やそうかなと思っています。腕毛、毛に当たる部分だけはなんかこうあんまり重力を感じさせないように描くとこう神々しいドラゴンになるかなと思っています。この辺は、大きい鱗と小さい鱗を描き分けています。スケッチだからザーッと描きたいんだけど、やっぱり鱗の部分は時間かかりましたね。あとこの岩の部分、岩は一番手前のものから描いていってるんですけど、意識するのはもともと塊だった岩が壊れるとどこにひびが入ってどうボコッと崩れていくかなというのを想像しながら描いています。これは今ここに枝を描きましたね。木を描きたいなと思って。でまた太いペンを使いました。ピグマの1ですね。これで影に当たる部分をベタで塗ったりだとか、結構今回はなんか漫画を描くのに結構近いかな。ベタも結構使ってるんで。この鱗をベタでちょっと細かく塗ってってるんだけど、その鱗を塗るときは少し光の部分を残すように隙間が空くように描いていました。水のところはもうザザザと勢いよく、これ編集はして途切れ途切れになってるけど、ペンを動かしてる速さは実際の速さです。早送りはしてないのでザザザと勢いで描いてました。これはお腹の部分ちょっとなんか形状を面白い形にしようかなと思ってこういう形にしてみました。向こう側の手、指だとかの一番、上の部分に当たるところっていうのは硬い鱗皮膚みたいな感じにすると、実際の動物に近くなるかなと思っています。トカゲとか爬虫類とか、あとティラノサウルスの足とかもそうなってるんですよね。もうフリーハンドで雲をバーッと描いていったりだとか、スケッチなんでもうあんまり計算せずに描いていました。影になる部分ベタを進めていますね。これベタを入れるとね、ベタじゃないところと結構絵がパキッとはっきり分かるようになって見やすくなりますよね。あんまりベタ入れすぎると良くないんだけど、ひげとかたてがみのような部分にもベタを入れると明暗がねしっかり分かれて形がよくつかみやすく見えてきますよね。お腹の重なりの部分にも影入れて、この背中の毛のようなもの、それはベタで移植で表現しました。細かい斜線を入れて、影を表現しています。こういう斜線を入れるときは G ペンで本当に力を入れないで描くと細い線が描けるので、丸ペンを使う手間も省ける、それが G ペンのいいところですね。ここら辺もさささとも、描くと、あんまりよれない線が描けますね。スピードを上げると、遠くにある岩の上の木、遠くにあるものを、太い線で描いちゃうとあんまり遠くに見えなくなっちゃうので、
遠くの背景はなるべく細い線で描くように意識しています。だいたい線ができたので、もうどんどん黒い絵の具を薄めて、グレーで塗っていきます。あんまりグレーを塗らなくてもね、線画のままで仕上げてもよかったんですけど、どうせなら塗ってみようかなと思っていつもスケッチでは塗ってみています。でもグレー入れないでね、線画だけで仕上げるのもかっこいいんですけどね。この筆も早送りなしで、実際この速さで筆を動かしてるんですけど、塗る時に気をつけてるのは、光が当たるところは色を抜く、だから塗らないってことですね。で、影になるだろう部分はちょっと濃く塗ってるっていうことです。基本的にしぶきは塗らないんだけど、こうしぶきの中にも少し色を入れると、そのしぶきにも立体感が少し出ます。で、しぶきじゃないこう水の部分っていうのはしっかり色を入れてあげて、で背景にも少しグレーを足していってますね。で、これガサガサした質感で塗りたかったんで、絵の具をつけて一回ティッシュで拭いてから絵の具を取って、その筆でガサガサ描いてみました。本当スケッチブックの紙と水彩絵の具って相性が良くて、もうどんどん乾いてくれるので、どんどん塗り進めていけるっていうのが気に入ってますね。口が回んねえな、いつもだけど。でも最後の方の仕上げで、これは薄墨のグレーのペンで、グレーの上にさらにちょっと濃いグレーを描き足しています。どっかで言わなきゃと思ってたんですけど、左の指2本じゃんと思われるかもしれないですけど、岩掴んでるから1本は見えないという設定で描いています。絵の具皿では濃そうに見えるけど、だいぶ水でこれ薄めた絵の具ですね。それで雲じゃない空の部分、それを少し薄く塗って、歯の影とかを細い筆でちょっと描き足して、こんな感じで完成です。実際の描いてる時間はロスタイムも含めて80分ぐらいだったんだけど、それだとねさらっと見れないので、ちょっとはしょりながら、だけど早送りはなしで、編集してみました。これが良かったらいいねボタン、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしてます。コメント楽しみにしてます。今回もご視聴ありがとうございました。